た目はちょっとエイリアンみたいな。正面から見るとプレデターみたいでかっこいいなっていう感じですね。なんか足がいっぱい生えてるのが気持ちは悪かった。鳥羽水族館飼育研究部係長、ダイオウグソクムシを今担当している森滝武也です。魚類担当、海水魚担当なので、海水魚とそれと無脊椎動物で、特にその無脊椎動物の方に飼育に興味があるので、無脊椎動物を中心に力を入れて展示と飼育と行ってますね。ダイオウグソクムシは節足動物の甲殻類ですね、エビカニと同じ仲間で、頭脚目、これはダンゴムシと同じ仲間になります。その中のスナホリムシ科のダイオウグソクムシ属っていう。これは標本にしようかなと思ってそのまま冷凍してるんですね。10番と6番はろ過槽で飼ってたんですよ。今回その新しいコーナーができるって大きくなるので、それのストックとして置いてたんで、あまり目につかないとこだったんですよね。それで死んでたのに気がつかなかったんですけど、顔が可愛いなと思ったら6番なんですけどね。でもあんまり愛着がなかったというか、やっぱり展示して長く飼ってたりとか、その動きを見たりとかするともっと愛着が湧くんですけど。メキシコ湾を中心に分布していまして、だいたいその記録上では水深170メートルから深いところだと2100メートルあたりでも捕獲例っていうのはあるみたいなんですけれど、多いのは400メートルから700メートルぐらいのあたりで最もよく捕獲されてるみたいですね。サイズがね、だいたい30センチ前後の個体をオーダーしてるんですね。それぐらいが生成熟するかどうかのラインっていうのかな、それぐらいのサイズで大人に生成熟したりとかするみたいなんですね。ここね、2日ぐらいこちらの右端に集まるんですけど、だいたい左右に分かれて、こういった個体みたいにこちらにもサイドにも集まったりして、で動くんではなくて、ずっと止まってる時は本当に1週間とか10日とかそういうレベルでずっと止まってるんですね。これはナンバー9の胃の中に入ってた内容物なんですけど、魚の鱗とかちょっとほとんど消化されたものが入ってたんですけど、海綿みたいなそういったものとかも胃の中に入ってたりするので、結構何でも食べられるものは食べていくんじゃないかなって。それで深海の掃除屋っていうふうな別名で呼ばれてたりするんですよね。こちらがエキシンの標本ですね。これはナンバー3です。こいつはもう入ってすぐに死んでしまったんですけど、死亡原因を知るために解剖はするんですけどね。解剖した後にそのまま冷凍庫の中に入れたままのもいますし、解剖し終わった後にアルコールで固定して殻だけにして、実際にお客様に触ってもらえるように加工しているのもあるっていうような感じですね。これが2番か、ナンバー2ですけど、こいつは胃がそのまま開けて、そのまま標本にしたやつをそのまま開けて乾燥したので、消化管も残った状態ですね。これが胃袋ですね。今うちで飼育している個体が11匹11個体いるんですけれど、その中でナンバー1というふうに個体識別の番号をつけている個体が、2009年の1月の2日から餌を食べてないんですね。一旦それがウェブ新聞で載ったら
ヤフーのトップページにバッと載ってしまってブワーッと拡散したんですね。で問い合わせがものすごい来て、で水族館のサーバーもパンクしてしまったんです。もうダウンしてしまうぐらいすごく問い合わせも多かったんですよ。んでってこんなに受けるもんなのかなっていうふうに思ってたんですけど、すごくこう広がってったんですよね。こうそういう生き物がいるっていうかキャラクター的な感じで、それからもうなんか火がついたようにテレビとかラジオとかもう取材がもう本当に多くて、やっぱりこう食べないで、その当時で多分3年ちょっとぐらいだったと思うんですけど、まあそれぐらいのスパン食べてないっていうことにもうみんな驚いて、でなぜ食べないで生きてることができるのかっていうのも含めてちょっとわからないなっていうことが多いですね。飼育係としては飼えてなんぼっていうところがあるので、飼育できてなんぼなんで、まずそれが手探りの状態で餌を食べてないっていう今の状況はちょっともどかしいんですね。飼育に関するデータっていうのが揃ってないのでわからないことばかりですね。でそれが逆に人気が出てしまった原因っていうかね、きっかけになってしまっているので、よく言うんですけどね、もう絶食を売りにするんではなくて、その生き物の魅力を知ってもらいたいな、食べなくても大丈夫だっていうちょっとこう不思議なところをきっかけにしてもらいたいんですけど、今後は生き物そのものの魅力にみんなこう来てもらいたいなと